いいご身分だね。専業主婦かよ。夫はそう言って、私にもっと感謝してもらいたいと言った。お前がご飯を食べていけるのは、俺がしっかり外で働いてくるから。だろ？私はほんの数年前のことを忘れたらしい夫を呆れた気持ちで眺めた。私の気持ちに気づかない夫は、その後どんどん傲慢になり、結局は取り返しのつかないことになるのだった。私の名前はあや、32歳の専業主婦だ。夫の拓也は自営業でハウスクリーニングを営む35歳。私たちは3年前、夫のこんな言葉で結婚した。会社を辞めて起業しようと思う。あやには専業主婦になって俺を支えてほしいと思ってる。え？会社辞めるの？夫が会社を辞める理由は、つまんない無能な上司のために自分の大事な時間が奪われるのは嫌だからということだった。自分一人で仕事ができれば気が楽でいいだろう。私はそれを聞いてこんな提案をした。専業主婦にならなくても支えられるから、私はパートの仕事でもするよ。そういう私に夫は強い眼差しで言った。俺の稼ぎであやを食べさせていきたいんだ。パートなんてしなくて大丈夫だから。そこまで言うならと、私は勤めていた会社を寿退職した。こうしてハウスクリーニング業を起業した夫と結婚した私は、仕事に必要なあらゆる薬剤と専門の掃除器具に埋め尽くされた小さなアパートで結婚生活を始めた。あれから3年。今では夫は鼻の穴に小指を突っ込みながらこう言うのだ。専業主婦になってくれ。そんなこと言ったか？あの時の情熱はどこに行ったのか。夫は今では月の半分くらいをブラブラして過ごしている。専業主婦は確か夫の強い希望だったので、私は仕事を辞めて夫を支えてきたつもりだった。私は家族や親戚、友達や幼なじみ、あらゆる関係者に一生懸命営業をして夫の仕事を取った。ところが夫はいまいち覚悟が足りず、入ってきた仕事をだるいとか疲れたと言って断る始末。風呂掃除はきついから嫌なんだよな。トイレ掃除とか知らない人の家で汚いし。夫はそう言って平気で嫌な顔をしたが、そんなの分かってて起業したはずだと、私とも何度も喧嘩になった。うるせえな。実際掃除の仕事をするのは俺だぜ。やるかやらないか、俺が決めて何が悪いんだよ。夫がそう言うので、せっかく頼んでくれる気になった友人や幼なじみにキャンセルしてもらい、そのうち私も営業はしなくなった。夫は起業当初から経理や確定申告、顧客管理などの細かい仕事はすべて私に丸投げで、相談しても知らん顔をした。時にはとても経費で落とせない意味不明の領収書を大量に私に押し付けてきて、なぜか怖い顔でこう言った。なんでもいいから経費で落とせよ。前の仕事なんてそれくらいなんだからな。明らかに仕事に関係ないものが経費で落とせるわけないのに、夫のよこした領収書の品代には夫の字でこう書いてあった。品代プーちゃんって何？そんなことは日常茶飯事で、夫の適当さは年々ひどくなっているようだった。それに経理や顧客管理は夫の仕事の重要なところだと思うのだが、夫は何も知らず、多分自分の仕事の正確な売り上げも知らないと思われた。こんな経営者では、もし外部から誰か人を雇ってそれが悪い人だったら
確実に横領されてしまうだろう。私はそんな風に考えて、夫にもう少し自覚を持ってほしいと思っていた。わかるわ。うちの夫も同じよ。一人で飲んできた居酒屋の領収書持ってきてさ、交際費にしとけって。他にもいろいろ。本当にせこいんだから。私にそう言ったのは、近所に住んでいて偶然仲良くなった3つ年上の主婦、渚さんだった。渚さんの夫は内装業を営んでいるとかで、アパートやマンションの内装や壁紙を貼る仕事をしているらしい。夫と違って渚さんのご主人は若い職人さんを抱えている上、親方風情の旦那さんはわがままで横暴らしい。そんな渚さんの苦労は私にはよく理解できたので、二人でよく愚痴を言いながらお茶をしていた。そんな時、事件が起きた。夫が私名義の貯金を勝手に持ち出したことが分かったのだ。私は夫に一体どういうことか問いただした。支えるって言っただろ。夫は私が独身の時からコツコツ貯めた貯金を勝手に持ち出したことを悪びれもせず当たり前のような顔をして言った。だからってどうして勝手に持っていくの？一言相談してくれたらいいじゃない。私は悔しくて通帳をしまってあった引き出しを指さしてそう言った。すると夫は私が指さした方を見てこう言った。あの引き出しに入っているものは全部お前一人のものなのか？そんなこと一度も聞いてないからわからなかったよ。夫は嫌味な顔で笑って言った。それにお前は俺を支えるって言ったんだから、貯金が運転資金に使われるのも納得してると思ってたよ。支えるわよ。支えてるじゃない。私だけじゃなくて私の実家にも支えてもらってるのよ。わかってる？きついとか汚いとか文句ばかり言って仕事を選んでいる夫がろくに稼ぎを持ってこないことを予想して、実家の母がそれとなくお米や野菜を持ってきてくれていたのだ。その度に私は夫に母からの差し入れだと言っているのにお礼の一言もなかった。ところが反対に夫の実家では起業した夫を英雄扱いしていた。男は使われてるだけじゃダメだ。義父は夫が実家に顔を出すたびにそう言って、私も義父にはしっかり支えてやれと言われていた。そう言われても私としては正直これ以上どう支えていいのか義父に尋ねてみたいくらいだった。義父は義母を亡くしてから出戻りの娘義舞と二人で暮らしていた。義舞はもともと娘に甘い父親にうまく取り入ってちゃっかり高い買い物をさせるような抜け目のないタイプ。兄である夫のことも義舞はうまくおだてて上手に利用するところがあった。夫はそんなことには全く気がつかないようで、時間ができるとすぐに実家に行き、父親や妹の頼み事を聞いていた。正直、実家の椅子が壊れたからといって直している暇があったら仕事をしてほしかった。でもそれは夫の親孝行だからとなるべく何も言わないようにしていたが、今度ばかりはそうも言っていられなかった。夫がとんでもないことを言い出したからだ。実家にはいつもお世話になってるからな。これくらいは親孝行のうちだ。夫は実家のハウスクリーニングを無料でやると言い出したのだ。通常料金なら15万円以上する案件で、1軒丸ごと清掃で3日以上かかる。それを無料にするということは3日間の売り上げを捨てることと同じだった。私はパソコンで管理している経理関係の数字を見せていった。今年もっと売り上げを上げないと来年大変なことになるわよ。借入金の支払いも滞る寸前なんだから。今は親孝行より
売り上げを上げる仕事をしてよ。私はそう言って、のんきな夫の親孝行清掃に猛反対した。日にちも薬剤もかかるんだから、今は無料でそんなことをやってる暇はないはずよ。あるなら営業すべき。でなければ、借金抱えて廃業するようになるわよ。しかも、ついこの前は、近くに住む夫のいとこの家も同じようにやってあげて、大赤字を出したばかりだった。私が必死にそう言っているのに、夫はなぜか焦る様子もなく、イライラしながら言った。うるせえな。俺は上司にいちいち仕事の口出しをされるのが嫌だから起業したんだよ。お前は俺に養われてる身なんだから、俺に指図する立場にはないはずだぞ。どうして気持ちよく送り出そうとしないのかね。夫はそう言って、私の言葉を無視して実家に行ってしまった。夫に専業主婦になって支えてくれと言われてそうした私だったが、支えるということは間違ったことを指摘することや、転ぶと分かっている方へ進むのを止めることも入っているんじゃないのかと思っていた。でも夫はただ自分の決定とかやっていることに手放しで賛成して褒めたたえてほしいだけなのかもしれない。夫にとってはそれが私に求めていることだとしたら、私はこの先夫についていく自信をなくしそうだった。そんなことを考えながら、私が夫の経理関係や顧客管理のデータを整理していると、夫から電話が入った。出てみると、それはテレビ画面になっていて、夫の顔がスマホの画面にデカデカと映っていた。何やら賑やかな声も聞こえて、人が周りにたくさんいるのがわかる。ハウスクリーニングに行ったはずだが、どうやら飲み会をしているらしい。もしもしという私に、画面の向こうで赤ら顔の夫が言った。ああ、さっき言い忘れたんだけどな。一つ支払いがあるのを忘れてたんだ。夫はそう言いながら、画面に請求書と思われる紙切れを写した。私は写された請求書を読んだ。清掃機材48万円。私が思わず大きな声を出すと、請求書をどけて、また夫が赤ら顔を出していった。でかい声を出すなよ。びっくりするだろ。本当は先週払うはずだったのに忘れてた。夫は平気でそう言うので、一体どこからそんなお金を出せというのか、私は何も言えなくなった。すると、黙っている私の顔が見えるのか、酔った夫がからかうようにこう呼びかけてきた。おい、専業主婦の寄生虫、ちゃんと見てるか。まだ払う金がないとか言うんだよ。お前仕事しないくせに偉そうでムカつくんだよ。夫の言葉に固まる私に、義妹も画面の外から映り込みながら言った。そうだよ、お兄ちゃんをいい加減解放してあげてよ。毎日一生懸命働いてくれてるんでしょ。お姉さんもお兄ちゃんに働けって言うなら自分も少しは働いたら。義妹の言葉に画面の向こうで笑い声が上がった。夫は実家で適当なことを言っているようで、私は唖然として何も言えずにいた。そんな唖然とした私の表情の何がおかしいのか、電話の向こうでは皆私の顔を指さして爆笑した。これにはさすがに私もブチギレた。解放してもらいたいのは私の方だ。冗談じゃないわ。夫が実家のハウスクリーニングを請け負ってしまったら、どうやってマイナスを取り返そうかと頭を悩ませていたのに、当の夫は酒を飲んでバカ笑いしているなんて。一体誰の仕事なんだろう。猛烈に腹が立った私は、ぐっと画面に近づいてこう言った。もう知らない。実家に帰ります。
私はテレビ電話を切って荷物をまとめて実家に帰った。その後ずっと携帯の電源は切っておいて、夫からの連絡は完全に無視した。すると夫がついに私の実家までやってきた。なんかすいません。ちょっと意見が食い違っちゃって、お騒がせします。両親にはそう言って低姿勢で謝ったが、私には平気で逆ギレしてこう言った。今まで俺に食わせてもらってたくせに、ちょっとからかわれたくらいで実家に戻るってどういうことだよ。私は両親に気を使いながら小さな声で話す夫に怒鳴るように言い返した。私が実家に帰ってきたのはね、必死であなたを支えてきたのに、勝手に人の貯金を使い込んで、当然だって顔して、感謝のないあなたに、心底愛想が尽きたからよ。と言い返した。そして、離婚届を突きつけて、こう付け加えて言った。一人で仕事、やれるもんならやってみな。夫も引くに引けず、離婚届を受け取って帰った。するとしばらくして夫が、顧客管理や経理などの細かい書類がどこにあるかわからず困って連絡してきた。私は夫に言った。パソコンでちゃんと管理してあるわよ。てかあなた、パソコン使えるの？確定申告も全部私がやってきたわよね。夫は私にそう言われて、はっとしてやり方を聞いてきたので、私は静かに夫に言った。私、あなたには何度も経理とか細かいことを相談したわよね。でもその度に、あなたはめんどくさがって、適当にやれって丸投げされて。私にそう言われて、夫は電話の向こうでぐっと詰まった。私だって初めは見よう見まねで、いろいろ調べながら経理や顧客管理の仕方を覚えたの。確定申告だってそうよ。時期になったら何度も書き方や計算の仕方を教わりに行った。私がそう言うと、夫はこう言った。それは、お前の役割だったんだから当然だろ。私は夫の言葉に強めに言い返した。そうよ。専業主婦になって支えてくれっていうのは、こういうことだと思って一生懸命やったわよ。でもあなたは何？二言目には、私を食わしてやってる。養ってやってるって上から目線で。そのくせ自分の仕事の一番大事なところを私に丸投げして、理解しようとも相談に乗ろうともしなかった。夫は私の言葉にさすがに何も言えなくなったので、私は夫にこう教えてやった。でもね、あなたの仕事を手伝ううちに、私もノウハウを自然と身につけることはできたわ。私は夫にハウスクリーニング業を立ち上げることを伝えた。近所で仲良しだった渚さんにも手伝ってもらうことになってるの。内装業を営む夫から、専業主婦だというだけで上から目線をされていた渚さんも、いい加減限界だったらしい。一生懸命働いてお金貯めて離婚するわ。渚さんはそう言って、私からの誘いを全面的に OK してくれた。私の話に、唖然とした夫がいつまでも何も言わないので、私は少しイラついてこう言った。経理のことも顧客管理も、私がそうしたように、あなたも自分で調べて一から勉強しなさい。それから離婚届まだ？早く提出してよ。私が冷たくそう言うと、夫は急にしどろもどろになりながらこう言った。お前、離婚するって本気なのか？お前がいなくなったら、俺の仕事どうなるんだよ。夫は情けなく、そう弱音を吐いて、今度こそ真面目に営業をして、顧客管理も経理も全部自分でやるとできもしないことを言った。だから、離婚するなんて言わないでくれ。頼む。夫は必死に私の気持ちを変えさせようと話してきたが、時間がもったいないので、私は携帯を切った。その後、
離婚届の件は私の父が夫に会いに行って話してくれることになった。強制的に離婚することはできないから、無理に渡してくれなくていいんだ。ただ、娘の気持ちが変わることはないと思う。だから、君が離婚を拒否するなら、裁判ということになるだろう。夫はそう言われてショックだったのか、唇をかみしめて泣き出したらしい。そして、くしゃくしゃになった離婚届にサインをして渡してきたという。帰ってきた父が言った。あの年頃の大の男が喫茶店で普通泣くか？周りの人の視線が痛かったわ。と言って呆れていた。私は父が取ってきてくれた離婚届を速攻で役所に提出し、早速渚さんと一緒に女性のためのハウスクリーニングを起業した。仕事のエリアが重なっていたことから、夫の顧客名簿にあったお客様のお宅にも開業を知らせるチラシを入れさせてもらった。すると困っていたのか、すぐに依頼の連絡が来た。お客様は私たち女性スタッフのきめ細かい掃除の仕方にとても満足してくれて、ご近所の方やご友人をたくさん紹介してくれた。結果的に記憶している夫の顧客名簿に載せたお客様のほとんどのお宅から依頼を受けることになった。顧客を大事にしなかった夫から根こそぎお客様をいただいたも同然だった。その後、街で義妹にばったり会って、夫がついに廃業したと聞いた。義妹はまんまと私に商売を横取りされたと言ったので、こう返してやった。頑張らなかったんだから当然の結果でしょ。私は義妹ににっこり笑いかけると、渚さんが待つカフェに急いだ。もうすぐ貯金が目標の金額に到達するという渚さんは、ついに離婚を切り出したのだ。私は離婚して幸せになった先輩として、渚さんの相談に乗ることになっている。こうして仕事と自由を得た私は、これからも仕事を通してたくさんの人を笑顔にしたいと心から思っている。